1980年に発売された長谷川の48分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の仮組みを行います。またまた試練会ですね。でもわざわざ発売年代を強調するってことは、長谷川の試練会には旧金型と新金型があって、今回は旧金型を取り上げるのだ。なるほど、旧金型版というわけですね。そうなのだ。旧金型は1980年に発売、新金型は2000年にリリースされている。約20年の開きがあるわけね。一番大きな違いはモールド表現で、旧金型は凸モールド、新金型は大モールドになっているのだ。新金型ではフラップの可動選択、ポリキャップの採用、そして操縦席のディテールアップも大幅に進化してますよね。その通り、新金型は現代的な48分の1スケールを意識した内容なのだ。じゃあどうして旧金型からレビューするの？順番を追った方がキットの進化が伝わりやすいというのもあるけど、確かにそうですね。この旧金型試練会は実は長谷川の48分の1シリーズにおける最初期のオリジナル製品だからなのだ。最初期？ちょっと詳しく教えていただけますか？当時国内メーカーではすでに日茂や大滝が48分の1を展開していて、タミヤの傑作機シリーズも安定した人気を持っていた。さらに富士見も参入していて、ライバルは多かったのだ。つまり長谷川は出遅れていたんですね。そうそう。海外のモノグラムやレベルは1960年代から48分の1スケールが主流。でも日本では長らく50分の1スケールが標準だった。マルサンやタミヤがそのスケールでしたね。1970年代になってようやく48分の1スケールへシフトした。その頃長谷川は72分の1スケールを主力にしていたんだ。32分の1スケールは1970年代から手がけてたけど、48分の1スケールは遅めの参入だったわけね。そうそう。最初の48分の1スケールは1979年の97式戦闘機。ただしこれはマニアホビーの金型愛艦品で、長谷川オリジナルではなかったのだ。オリジナルは翌年、つまり1980年から。そこで登場したのが試練会なんだけど、その前にビジネスジェットシリーズを展開していたのだ。軍用機ではなくビジネスジェット。ダッソー、ファルコン10、ゲイツ、リアジェット3536、セスナ、サイテーション1の3機種を展開した。渋いチョイスですね。差別化戦略でしょうか。そうかもしれない。その後に試練会と F4U コルセアが投入され、ようやく軍用機シリーズが始まった。ふむふむ。さらに神殿や冷戦ボーニー型も追加されて、現在の長谷川48分の1シリーズの基礎が形作られたのだ。なるほどね。コルセアは海外市場を意識したチョイスだと思う。そのライバル役として日本側の試練会を並べたのかもしれないね。松山上空戦というわけね。日本の方が思い入れがありそうだけどね。米国市場では48分の1スケールが標準ですし、コルセアも売れたのかもしれないですね。試練会は国内メーカーでも手薄だった機体だから、ブルーオーシャン的な存在だったのだと思う。そう考えると、この旧金型試練会って長谷川の48分の1スケール史を語る上で貴重な存在ですね。その後に続く神殿も同じだね。他社が出していない機体を狙ったラインナップだったと思う。この神殿がゴジラ -1 で再注目されるとはね。そうなのだ。それに冷戦モーニー型は外せないチョイスですよね。そうそう。飛行機の長谷川といえば冷戦は必須。そうですよね。日本市場では冷戦、ヤマト、ティーガー1は3種の神器だからね。外せない機体ですね。なるほど。ところでこの旧金型試練会って作ったことあるんです？実はあるのだ。投稿者は30年前に作った。当時はオーモールドが主流になりつつあったから、凸モールドを全部筋彫りに直したんだ。でもうまくいかなかったのね。その通り。この試練会と AP 隊の一式戦はやぶさで練習してたけど、結局仕上がりはいまいちだったのだ。そう考えると2000年の新金型登場は嬉しかったわけですね。そうなんだけど、その頃はプラモデルから少し離れていた時期。結局新金型版は積んであるだけで作ってはいないのだ。なるほど。でも積んであるってことはいつかレビューするんですね。いずれ旧金型と新金型を並べて比較レビューをするつもりなのだ。その前にまずは旧金型版をじっくりレビューしておくわけね。そうなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは空戦中の試練会なのだ。相手は F6F ね。松山上空戦の様子かしら。箱の中身はグレーのランナー4枚。
透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは4種類。第343回分航空隊戦闘701飛行隊長押渕隊域、第343回分航空隊戦闘407飛行隊長林隊域、横須賀海軍航空隊所属機第343回分航空隊戦闘301飛行隊長艦の隊域となるのだ。なるほど。艦の機の未垂直尾翼の形状が違います。これは自分で修正してねってことかしら。部品点数は全部で41点。48分の1スケールの対戦機としては部品点数は少ないですね。それでは長谷川の48分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床とフットペダル、座席、操縦桿、隔壁なのだ。計器パネルは後からつけるのね。計器パネルは照準器を取り付ける。計器はモールド表現となる。パイロットがついてますね。ついています。右腕のみ別パーツとなるのだ。次はエンジンですね。エンジンは全部で3パーツ構成。エンジンの奥は再現されていない。次はプロペラね。プロペラは全部で3パーツ構成となる。一体成形の4枚プロペラにスピナーをかぶせるのだ。スピナーとプロペラの間に軸受けを仕込む。次はカウリングかしら。カウリングは1パーツ構成。現状は切り出して終了なのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と計器パネルを挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドとなります。特にリベット表現などもないのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなります。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは3分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右飛脚。飛脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとカバー、試着の構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けね。次は吊るし物なのだ。ふむふむ。吊るし物は胴体下に増装を吊るせる。増装は全部で4パーツ構成ね。最後は細かいパーツなのだ。なるほど。と言ってもこのキット細かいパーツがほとんど一体成形となっている。機銃に気筒管、アンテナなどね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の48分の1スケール日本海軍局地戦闘機試練会の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。ストレート組みなら短時間で完成するのだ。パーツ数も多すぎず雰囲気は十分。入門者でも取り組みやすいキットだと感じたのだ。パーツの合いはどうでした。ほとんど隙間も出なかったのだ。古いキットの割には精度は良好で組みやすさは高いと思う。モールドはシンプルでしたね。凸パネルラインのみで細かい表現はほとんどない。全体的にのっぺりした印象を受けるかな。他に気になった点は。ネットでの評判を見ると胴体がやや細め、カウリングが小さめ、さらに主翼端の丸みが強いといった指摘があるみたい。なるほど、厳しい意見もあるわけですね。操縦席や脚庫もかなり簡素、ディテールアップ前提のベースキットという評価が多いのだ。確かに今の視点で見ると72分の1スケール並みのシンプルさに近い印象ですね。とはいえ当時としては待望の試練会キット。付属するマーキングも343空の各部隊がしっかり用意されていて人気を集めたのも納得なのだ。その豊富なマーキングという特徴は新金型でもしっかり引き継がれているみたいですね。そうなのだ。いずれ新金型との比較もやってみたいと思うのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。